港から静の下宿屋まで、そう遠くはなかった。小走りで下宿屋までたどり着くと、玄関先で、数名の学生たちが騒がしくしている。なんだと、もう一回言ってみよ。中へ駆け入ると、次第に聞こえてくる怒鳴り声。父さんだ。さっきまでの心地よさは、一瞬で嫌悪感にすり替わった。うったく前に、止めんと。静は先日来、ずっと具合を悪くしていた。立ち尽くす学生たちをかき分けながら、高志は家の中に駆け込んだ。静が頭を抱え、肩を震わせながらうずくまっている。その傍らに、鬼面の形相で荒々しく立ちはだかる清の姿があった。父さん、やめてたもし。おっかはんは、具合が悪いとです。そいにここは、おっかはんの下出茶です。なんだと、貴様。ここはおいのものだ。野なしのおっかはんを雇ってやってんだ。大した仕事もしていなかて、具合が悪いとはなんちこった。教師なんぞになるのは、おいが許さんぞ。じゃって、親に意見するそつせな公儀になった。おはん、あたいがいたりもはんでした。どうか許しちょったもし。そいでも、どうか高志だけは自由にさせったもし。小さくうずくまった静は、畳に額をすりつけるようにひたすら謝っている。その言葉に、清の怒りはますます激しくなった。お前はおいに意見をするのか。そねんお前はえれえのか。うずくまった静めがけ、清の右足がふるい落とされそうになった。高志はとっさに、静に覆いかぶさった。その瞬間、静と高志は、隣の和室まで勢いよく蹴り飛ばされた。体格が良く、年齢に反比例した有り余った体力は、たびたび暴走を繰り返した。ようやく我に返った清は、学生たちの凍りつくような視線に負い目を感じながら、集金箱の売上金をわしづかみにし、出て行った。高志はたとえ天地がひっくり返っても、決して清のようにはなりたくはなかった。力ある者には責任が伴うものだ。暴挙からは怒りや恨みしか生まれない。だからこそ正しい理念の教育が必要なんだ。そう、父さんにはこの先絶対に理解できない理念が。学生たちは見てはいけないものを見てしまった後ろめたさに、大丈夫ですかと声をかけつつも、いそいそと部屋に戻っていった。おっかはん、起きれる。大丈夫だ。おっかはんが、言い返らせるようなこと言ったから、高志にまで怪我させ。すまんね。あいや、おでこから血が出てもうと。ちっと待ってよ。これくらいええわ。そいよりおっかはん、顔色が悪いよ。静は高志を見つめ、穏やかに微笑むと、痛む足を引きずりながら、奥の部屋へ救急箱を取りに行った。そして、高志の傷の手当てを終えると、今度はゆっくりと、割れた茶碗を拾い始めた。そいにしても父さん、何しに来たん？売り上げはいつも別の人が取りに来ちょったのに。そいが、おかっと高志の成績表を見せろと。なかなか優秀じゃと言って喜んどったから、うっかりとおっかはんが、高志は教師目指しちょっと、語ってしもたのよ。そいたら急に、言い返出したんじょ。
今まんで興味なかったのに、コカッと土下した。あにょさらみたいに、えれ人になってほしかかもね。そういう長男は町長で、高志のすぐ上の兄は、営林署のお偉いさんだった。高志は心配せんで、ここでおっかはんと、好きなんことしたらええ。そういたら、父さんがまた怒ったろ。おいが何位になったら、満足なんや。父さんはいつものことじゃって、おっかはんのこちゃ、気にせんじえ。でもおっかはんは、体の具合な。今日は、元気や。そういったしずの顔色はいつにも増して悪かった。高志は言い知れぬ不安を覚えつつ、倒れたテーブルを元の位置に戻した。半年後、高志の不安は現実のものとなった。しずの容体は急激に悪化し、回復の兆しもなく、そのまま帰らぬ人となってしまった。葬儀は身内でそそと済まされた。喪主を務めた長男の慶喜が、高志のそばにやってきた。高志、おっかはんは、何やった。病院に運ばれた時は、もう全身に癌が回っとって手遅れやったんや。なんでおっかはんは、おいに言ってくれんかったんや。高志は初めて母親の病名を知らされた。お前はまだ、ちっこいから、心配かけたくなかったんじゃろな。兄は知っとったんか。高志は唇を震わせた。いや、こっちさ、誰も知らん、住人のおばさんだけが知っとった。しずは自分の死期が近づいていることを承知していた。優しい高志に心配かけまいと、医者には知らせないよう、お願いしていたのだ。足が痛いと言っちょったんは、そのせいやったんか。高志は毎晩、しずの痛む足をさすっていた。兄は、もっと早くに入院しちょったら、おっかはん、死なんで済んだか。いや、母さんが病院に行った時には、すでに末期やったと、医者が言っちょった。そういたら。そういや、どの道助からんかったんや。高志、そげんこと今更知って、どうするや。父さんが、島に戻ってこいと言っちょる。兄を、おいはここに残る。そいは無いや。父さんが出出茶は処分するそうや。そういたら、住人のところに行くわ。そげんことは、父さんに言え。じゃけんど、父さんは、草かのうちの恥になるちゅうて、許してくれんぞ。ええか高志、おっかはんはもうおらん。黙って家に戻れ。おっかはんはまだ、ここにおるんや。高志の目から、とめどなく、悔し涙が流れ落ちた。おっかはんはおいのために、おいは、おっかはんさえ生きちょったら、そいでよかったのに。父さんの言いなりでも何でも、そいなことどうでもええのに。高志のせいでないで。しずの妹、春が、高志の背をさすりながら言った。春は慶喜が立ち去るのを確認すると、声を潜めて話を続けた。おっかはんは死ぬ前に、おばさんに言うちょった。土建しても高志か守りたかって、好きかことさせたか言うて。最後まで、そのことばかり言うちょった。そいがおっかはんの望みで、唯一の希望じゃって。じゃけん、家に戻って我慢できんようなったら、
ここさ来たらええ。いつでも待っちょるで。静がいなくなった下宿屋は廃業し、隆は父の住む屋久島に戻ることになった。僕かは隆は沈みゆく夕日に静の面影を重ねながら、いつまでも眺め続けた。